旅するエイミーです。今回は10日間のハワイ旅行に実際に持っていった荷物を紹介します。前回アップした海外旅行のパッキング動画ではたくさんの方にご覧いただき本当にありがとうございました。今回はそのリゾート版として通常の海外旅行で持っていくものに加えてハワイ旅行だからこそ活躍したアイテムや実際に使って便利だったものもシェアします。私はハワイに20回以上訪れているハワイ大好きリピーターです。これまでの経験をもとに持って行って良かったものはもちろん、これはなくても大丈夫というものも含めてリアルなパッキングを紹介します。これからハワイ旅行や海外リゾート旅行を計画している方はぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。まずは愛用のスーツケースから紹介します。こちらが今回10日間のハワイ旅行で持って行ったスーツケースです。今回はゴルフやハイキングも楽しむ予定だったので大きめのスーツケースで行きました。使っているのはリモアの今は廃盤になってしまったモデルです。現在のエッセンシャルシリーズのような軽量素材で容量は78リットルあります。じゃじゃーん、中身はこんな感じです。ミニマリストに憧れてはいるんですが相変わらず荷物は多めですね。私は毎回スプレッドシートを使って旅行中のスケジュールを立てたり持ち物をチェックリストにまとめたりしています。忘れ物を防げるだけでなく次回の旅行でもそのまま使えるのでとても便利なんです。さらに持ち物だけではなくパスポートの有効期限や渡航先にビザや電子渡航認証が必要かどうかも旅行前にチェックするようにしています。渡航の準備は OK。今回も持ち物リストを作成して普段の海外旅行で持っていくものを基本にリゾートならではのアイテムをプラスしました。さらに今回の旅行で新しく仲間入りした便利グッズもありますのでカテゴリーごとに詳しく紹介していきます。それではまずは洋服から紹介します。私は旅行前パッキングをする前にまず天気予報で気温を確認するのがルーティーンです。海外の天気予報はあまり当てにならないことも多いので天気よりも気温を参考にコーディネートを考えています。今回は7月のハワイ、最低気温は23度、最高気温は30度くらいで日本と同じように暑い時期です。ただ日本ほど湿度が高くないのでカラッとしていて過ごしやすい印象でした。今回は10日間の旅行だったので途中で洗濯することを前提に洋服を準備しました。下着も5日分だけ用意して旅行の途中で洗濯をします。T シャツや短パンなどの普段着に加えてリゾートらしいワンピースも1着持っていきました。この日もサンセットを眺めながら美味しい料理を楽しんでいつもより少しおしゃれをしたことでハワイらしい時間を満喫できました。それから薄手の羽織も必須アイテムです。飛行機の中やショッピングモール、レストランなどは冷房が効いていることが多いのでさっと羽織れるものがあると快適に過ごせます。あと私はスポーツをする日や長時間の移動ではカップ付きのキャミソールを着ることが多いのですが最近はバンビウォーターのキャミソールがお気に入りです。シルエットも綺麗で肌触りも良くしっかりホールドしてくれるので旅行中も快適に過ごせました。それからパジャマは着慣れたものを2着持っていきます。パッキングキューブはキャスキットソンのものを使っています。圧縮タイプも持っていますが今回は大きなスーツケースだったのでシワになることも考えて通常タイプを選びました。荷物が多くなる旅行の時だけ圧縮タイプを使うようにしています。今回は帽子を3つ持っていきます。ハワイは日差しがとても強いので街歩きはもちろんビーチやハイキング、ゴルフでも毎日のように活躍してくれました。続いてシューズです。今回はビーチサンダル、おしゃれ用のビーズ付きサンダル、ゴルフシューズ兼スニーカー、そして出発当日は歩きやすいサンダルを履いていきます。荷物を少しでも軽くしたいので一番かさばる靴は履いていくのがポイントです。バッグもなるべくコンパクトで軽いものを選んでいます。こちらは以前ハワイで購入したバッグ。人気スーパーのバッグをアレンジしてハワイに行くときは毎回持っていきます。そして韓国ブランドジョセフ&ステイシーのプリーツバッグも持参しました。とても軽くて荷物になりませんしシンプルなコーディネートでも上品に見せてくれるのでお気に入りのバッグです。もちろん海外なので貴重品には気をつけていますが今回は街歩きがメインだったので軽くてコンパクトなバッグを選びました。続いてはスポーツ用品です。今回はゴルフとハイキングを予定していたのでそれぞれのウェアやグッズを持っていきます。
ゴルフは旅行中1回だけのラウンドだったので、クラブは持参せず現地でレンタルしました。旅行の時はかさばらず1枚で着られるワンピースタイプのゴルフウェアを持っていくことが多いです。ハワイは紫外線がとても強いので、キャップとサングラスも忘れずに持っていきます。ゴルフグローブやボール、ティーなどの小物は現地でも購入できますが、私は使い慣れたものを持参しています。今回はゴルフシューズも持っていきました。滑りにくいので、ゴルフだけでなくハイキングでも活躍してくれます。ゴルフボールやシューズは意外と重くてかさばるので、スーツケースの底の方に入れておくと安定します。続いて、ハイキング用品です。今回はピルボックストレイルを歩く予定だったので、レギンスを持参しました。短パンと T シャツでも登れますが、私はレギンスにショートパンツを合わせてハイキング気分を満喫。お気に入りのウェアを着るだけでテンションも上がりますよね。ピルボックストレイルは片道30分ほどですが、急な斜面が続くので、私にはなかなかハードなコースでした。ハワイにはダイヤモンドヘッドやマヌアの滝など人気のハイキングコースもあります。ダイヤモンドヘッドは遊歩道が整備されているのでスニーカーで十分ですが、マヌアの滝は雨でぬかるんでいることも多いため、滑りにくく汚れてもいいスニーカーがおすすめです。そして今回歩いたピルボックストレイルも急な坂道が多いので、滑りにくいシューズがあると安心です。また、日差しを遮る場所がほとんどないので、帽子やサングラスなどの紫外線対策も忘れずに。登りきるとこの絶景が待っています。荷物はできるだけコンパクトにして、スマホ、カメラ、マイボトル、そしてこちらのタオルを持っていきました。このコクーンのタオルは吸水性が高く、コンパクトに収納できるので、ハイキングはもちろん、ビーチやプールでも大活躍でした。続いては、ビーチ・プールグッズです。リゾートに行くなら、海やプールで過ごす時間も楽しみたいですよね。まずは水着です。私は海で泳ぐ予定がなくても、ホテルのプールに入ることが多いので、毎回1着持っていきます。今回は宿泊したルネッサンスホノルルに温泉スパがあり、サウナやジャグジーも充実していたので、しっかり満喫してきました。続いてビーチサンダルです。ホテルのプールやビーチはもちろん、お部屋の中ではスリッパ代わりにも使えるので、ハワイ旅行には欠かせないアイテムです。ビーチサンダルはハワイでも購入できますが、到着してすぐに使いたいので、私は日本から持っていきます。こちらのビーチサンダルも以前ハワイのノードストロームラックで購入したお気に入りです。そして今回もまた新しい子が増えてしまいました。海外のリゾートには日本ではなかなか見かけないデザインがたくさんあるので、行くたびに欲しくなってしまいます。続いて防水スマホケースです。海やプールでスマホを安心して使えるだけでなく、クレジットカードを1枚入れておけばお財布代わりにもなるので便利です。水着などの濡れたものはこちらの防水ポーチに入れて持ち帰ります。続いては洗濯グッズです。今回は10日間と少し長めの旅行だったのと、ゴルフやハイキング、プールも楽しむ予定だったので、旅行中に一度ホテルのランドリーを利用しました。事前にホテルの情報を調べると、洗剤は別売りとのことだったので、日本から持参しました。最近は100円ショップで旅行に便利なアイテムが何でも揃うので、本当に助かりますよね。そして水着などすぐに洗いたいものもあったので、ランドリーセットも持っていきました。こちらは3COINSで購入したウォッシュバッグです。ホテルの洗面台で簡単に手洗い洗濯ができるので、とても便利でした。あと、こちらのダイソーの洗剤シート、こんなに薄いのにしっかり泡立って汚れも落ちました。ウォッシュバッグはこのバルブから水を抜くことができて、軽く脱水までできる優れものです。日本には便利な旅行グッズがたくさんあるので、旅がより快適になりますね。あと一つ、ハワイで気をつけたいことがあります。ハワイでは多くのホテルでバルコニーに洗濯物を干すことが禁止されています。私は折りたたみハンガーも持参してお部屋の中で乾かしました。あとは洗濯ネットも持参しました。ホテルによってはハンガーの数が足りないこともありますし、洗濯ネットはランドリーを利用するときだけでなく、着替えをまとめたり、帰りに洗濯物を分けたりと、いろいろな場面で活躍します。今回紹介したアイテムは概要欄にできるだけまとめておきますので、気になるものがあればぜひチェックしてみてください。続いてはアメニティや日焼け対策グッズです。アメニティポーチは防水のキャスキットソンのものを使っています。まずは日焼け止め。ハワイではサンゴ礁を守るため、一部の成分が含まれた日焼け止めの販売や使用が規制されています。特に海に入る予定のある方は
リーフセーフタイプを選ぶのがおすすめです。私は毎回リーフセーフの日焼け止めを持参しています。対象となる成分はこちらなので、購入するときはパッケージをチェックしてみてください。ハワイの日差しは想像以上に強く、こまめな塗り直しが大切です。私はゴルフ中にも何とか塗り直しましたが、それでも翌日には腕が真っ赤になってしまいました。帰国して1週間経った今でも腕の皮がむけるくらい日差しは強烈でした。最近お気に入りなのがダルバのスプレータイプの日焼け止めです。手を汚さずさっと塗り直せるので、ゴルフや街歩きの途中でも大活躍でした。しかも香りはダルバのミストと同じ。日焼け止めを塗るたびにあの香りに癒されるので、思わずテンションが上がっちゃいます。続いて歯ブラシなどのアメニティです。最近は環境への配慮から歯ブラシなどを置いていないホテルも増えています。また海外の歯ブラシはヘッドが大きいことも多いので、使い慣れたものを持参すると安心です。最近使ってみて便利だったのが歯磨き粉付きの使い捨て歯ブラシです。韓国好きの友人からお土産でもらったのですが、とてもコンパクトなので機内用にもぴったりでした。ネットでも購入できますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。ホテルのアメニティは事前に確認するようにしています。今回は2つのラグジュアリーホテルに宿泊するので、シャンプーやコンディショナー、ボディーソープは用意されていることを確認していたので、トリートメントだけ持参しました。メイク落としや洗顔、ヘアオイル、化粧水、クリームなどはいつも使っているものを使用したいので、旅行用サイズか小さなボトルへ移し替えて持っていきます。あと、こちらは友人に教えてもらった便利グッズです。いつもは休息時間を使っているのですが、今回はつぼ刺激タイプを初めて使ってみました。旅行中はたくさん歩くので、夜に貼るだけでも足がすっきりするのですが、このつぼ刺激タイプはさらにすっきり、翌朝も足のむくみが気にならず、とても快適でした。リゾートでは一日中紫外線を浴びるので、夜のスキンケアも大切です。最近お気に入りなのがユンスの生ビタミン C 美容液です。使う直前に開封するタイプで、肌にのせるとじんわり暖かく感じる不思議な使用感なんです。今回は友人にも使ってもらいたかったので、少し多めに持っていきました。そしてフェイスマスクでしっかり保湿。今回は話題のリズムのフェイスマスクを持っていきましたが、日焼けした後の肌もしっとり保湿してくれてとても良かったです。続いては今回新しく仲間入りしたリンカのヒートブラシです。旅行用にコンパクトなヘアアイロンを探していたのですが、このヒートブラシはとても軽くて小さめのポーチにも入るサイズなので、旅行との相性が抜群でした。3段階で温度調節ができて起動も早いです。ブラシ感覚で髪を溶かすだけなので、朝のスタイリングもとても簡単です。海外旅行では荷物をできるだけコンパクトにしたいので、小さくて軽いアイテムは本当に助かります。ちなみにこのヒートブラシは充電式です。リチウムイオン電池が内蔵されているタイプなので、私は機内持ち込み手荷物で持っていきました。モバイルバッテリーなどと同じように、リチウムイオン電池が入った製品は持ち込みルールがありますので、旅行前に各航空会社の案内を確認してから持っていきましょう。続いては、旅行中にあると便利なグッズを紹介します。まずはマイボトルです。ハワイは暑く、水分補給が欠かせないので、毎日持ち歩いていました。私は保冷タイプの水筒を愛用しています。氷を入れておけば長時間冷たいまま飲めるので、本当に快適です。持ち歩きやすい 350ml サイズがお気に入りです。そして毎回増えてしまうのがスターバックスのタンブラー。ハワイのスターバックスにはハワイ限定デザインの可愛いタンブラーがたくさんあるので、ついつい欲しくなってしまいます。今年はアメリカ限定のピンクシリーズをゲットしました。また円安や物価高の影響で日本から飲み物を持参する方も増えていますが、重たいですよね。最近はホテルやショッピングモール、空港などに給水スポットが増えていて補給できますし、 ABC ストアで気軽に購入もできます。なので私は水は現地で調達して、水に溶かすタイプのお茶やスポーツドリンクの粉末を持参しています。軽くて荷物にならないのでおすすめです。続いてウェットティッシュです。ハワイではおしぼりが出ないお店も多いので、手を拭くだけでなくテーブルをさっと拭きたい時にも役立ちます。念のためお箸やフォークも数本スーツケースに忍ばせています。ハワイは基本的にはお店で用意されていますが、取り忘れてしまった時やホテルでテイクアウトを食べる時にも便利です。さらに
100円ショップで購入した洗剤付きのスポンジも超便利です。マイボトルやマグカップなどちょっとしたものを洗いたい時に活躍します。水に濡らすだけですぐに泡立ちますし、口が狭いボトルはスポンジを中に入れてシェイクすると意外と綺麗に洗えます。折りたたみのエコバッグも忘れずに。ハワイでは環境保護の観点からレジ袋は紙袋や有料のお店が多くなっています。スーパーやショッピングでは活躍するので一つ持っていると便利です。もちろん現地でハワイらしいデザインのエコバッグを購入するのも旅行の楽しみですよね。私も行くたびに買ってしまうのでハワイのエコバッグがどんどん増えています。どれも小さなアイテムですが旅行中の快適さがぐっとアップするのでぜひ参考にしてみてください。そして皆さんのこれ便利だったよというアイテムがあれば私も次回の旅行で試してみたいのでぜひコメント欄で教えてください。続いてはガジェット・電気製品です。海外旅行では国によってコンセントの形状や電圧が異なるので事前に確認しておきましょう。ハワイを含むアメリカは日本と同じ A タイプのコンセントです。そのため今回は変換プラグは必要ありません。ただしドライヤーやヘアアイロンなどを持っていく場合は海外対応の電圧かどうかを確認しておきましょう。私はパソコンやカメラなど充電する機器が多いので複数ポート付きのアンカーの充電器を愛用しています。コンパクトなのにパワフルなのでスマホやカメラ、パソコンまでまとめて充電できてとても便利です。ケーブルも急速充電に対応したアンカーのシリコンケーブルを使っています。柔らかくて絡まりにくいのでストレスがありません。最近はタイプ C が主流になってきましたが、ホテルや飛行機の座席では USB、タイプ A ポートしかないこともまだまだあります。そのため USB ケーブルも1本持っていくと安心です。また複数人で宿泊するときはタコ足コンセントがあるととても便利です。ホテルはコンセントの数が限られていることも多いのでみんなで同時に充電したいときに活躍してくれます。カメラは DJI Osmo Pocket を使用しています。旅行中はなるべく両手を空けておきたいのでカメラもスマホも首から下げて使うこともあります。なので2つのネックストラップも持っていきます。モバイルバッテリーとスマホは手荷物で持っていきます。それではパッキングの最終チェックをしていきます。持ち物リストを見ながら一つずつ忘れ物がないか確認します。ガジェットポーチも重たいのでスーツケースの底に入れておきます。アメニティポーチやシューズ、水着、便利グッズ、バッグなどを詰めて反対側には洋服を入れていきます。今回は直行便なのでそれほど心配はしていませんが念のため追跡タグも入れておきます。万が一荷物が違う場所へ行ってしまっても現在地が確認できるので安心です。そして少しスペースに余裕を残した状態でスーツケースを閉めていきます。これなら帰りにお土産が増えても安心ですね。続いては機内持ち込み手荷物を準備していきます。今回もマーク・ジェイコブスのバックパックでいきます。そういえばこのバッグも数年前にハワイで購入しました。まだ円高だった頃にワイケレアウトレットでお得に購入できたのが懐かしいです。まずは絶対に忘れてはいけないパスポート。ローラーシュレイのパスポートケースに入れて持っていきます。現地では日本の自宅の鍵なども一緒に入れてホテルのセーフティーボックスで保管しています。続いてお財布です。無印良品のお財布は薄くて軽いのに収納力があるので海外旅行用の財布として愛用しています。ハワイはクレジットカードが使えるお店がほとんどなので現金は必要最低限だけ持っていきます。今回は手元にアメリカドルが残っていたので両替はせずそのまま持参しました。またハワイの交通系 IC カード、ホロカードやビッグアイランドキャンディーズのポイントカードなども忘れずに入れておきます。クレジットカードは数枚持参します。いつもはビザやマスターカードを利用していますが、ハワイでは JCB カードや楽天カードの特典が利用できる場所も多いので、こちらも持っていきます。それからワイズカードも持参します。両替レートが良く、海外での支払いにも便利なので、最近の海外旅行では欠かせない1枚になっています。気になる方は概要欄もチェックしてみてください。続いて絶対に忘れられないスマホです。前回も紹介した便利なモフトのスマホスタンドは新商品で色のラインナップが増えたのでグリーンを新調しました。飛行機のデスクの上やカフェのテーブルの上で立てかけながらスマホをチェックしたり動画を見たりできますし、写真を撮る時の自撮り棒や三脚としても使えますし、カードも入るのでお財布なしで出かけることもできます。
モバイルバッテリーも必須アイテム。スマホもカメラも充電を切らしたくないので、2つを同時に急速充電できちゃうパワフルなものを使用しています。モバイルバッテリーやリチウムイオン電池を内蔵した電子機器は、機内持ち込み、手荷物に入れる必要があります。航空会社によっては、機内でモバイルバッテリーを使用した充電が禁止されていたり、ジップロックに入れて機内座席のポケットに入れて保管が必要など、持ち込みルールが異なりますので、事前にルールを確認しておきましょう。先ほど紹介した充電式のヒートブラシも機内持ち込みにしました。充電ケーブルも機内で充電できるよう USB-A タイプを忘れずに入れておきます。今回はナイトフライトで到着したらそのまま朝から観光スタートです。機内でしっかり眠れるようにネックピロー、アイマスク、耳栓、着圧ソックス、そしてスリッパも持参します。機内は冷房が効いているので薄手の羽織も手荷物に入れておくと快適です。乾燥対策としてリップクリームやハンドクリームなどの保湿アイテム、使い捨て歯ブラシもすぐ取り出せる場所へ入れておきます。そして朝到着してすぐ行動できるようにメイク道具も機内持ち込みします。コンパクトミラーや日焼け止め、最低限の化粧品に加えて汗拭きシートや拭き取り化粧水もあると機内でもさっぱりして気持ちよく朝を迎えられます。アクセサリーケース、エコバッグ、マイボトル、ハンカチも入れたら準備完了。リストを確認しながら最終チェックをしていきます。一度持ち物リストを作っておくと毎回ゼロから考える必要がありません。服装さえ決めてしまえばあとはほとんど同じなので効率よくパッキングできます。皆さんも自分だけの持ち物リストを作っておくと旅行準備がぐっと楽になりますよ。これで準備完了です。ちなみに今回のスーツケースの重さは18キロでした。預け荷物は23キロまでだったのでまだ5キロの余裕がありました。お土産もしっかり買えるのでなかなか優秀なパッキングだったと思います。今回紹介したアイテムは実際に私がハワイへ持って行ってよかったと思ったものばかりです。気になるアイテムがありましたら概要欄にできるだけまとめておきますのでぜひチェックしてみてください。そして今回のハワイ旅行ではホテルやグルメ、ゴルフ、それから驚きのハワイの物価など最新のハワイ情報をたくさん撮影してきました。これから順番に動画をアップしていきますのでぜひ楽しみにしていてください。この動画が少しでも参考になりましたら高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また皆さんのハワイに持って行ってよかったものやこれは絶対に持っていくという便利グッズがありましたらぜひコメント欄で教えてください。私も次回の旅行の参考にさせていただきます。それではまた次のハワイ動画でお会いしましょう。エイミーでした。マハロー。